こんにちは、白川隆二です。後藤です。いや、この夏、後藤さんすごかったですよね。すごかったですね。そして今プロレスリングノアで革命が起こってますよね。ちょっと動画撮りたくなって緊急でちょっと後藤さん、お忙しい中を呼んでしまいました。はい、昨日ですね、先生から連絡いただきまして、剣王 T シャツ、これを着て働いてました。今日じゃあ一日中剣王 T シャツ着てそうですね、働いてるんですよ。今本当すごいことが起こっておりまして、合気道新聞練習チャンネル見てる人にはまだ分かってないと思うので、ちょっと改めて説明しないと思ったんです。そうですね。ちょっと今プロレス界でプロレスと武術が融合して新しい技、新必殺技が剣王選手が生み出したんですよね。剣王スペシャルですよ。剣王スペシャル、詳しくはぜひね、剣王選手の剣王チャンネルを見ていただきたいんですけど、合気道新練成塾のチャンネルと剣王チャンネルがコラボして、で私が考えた技なんですけど、その考えた技を剣王選手が実際の試合で、しかも超大事な N1 ビクトリーというシングルス戦で繰り出したんですよね。そうですね、嬉しかったですね。嬉しいですよね。いや、これはもうある種もうプロレスと美術が融合した結果ですよね。こんなことってありました？過去にはあれ以来ですよね。あれ以来ですよね。昭和プロレスファンだったらおなじみのコッポ堀部先生以来じゃないですか。そうですね。今でもそれこそプロレスリングノアに参戦している船木正和選手、小艇、コッポの技で、そして後藤さん、私の大好きなライガーさんの、そう、重心サンダーライガーさんの阿ビセ蹴りだったり、阿ビセ蹴り小艇もコッポを通じてプロレスと武術が融合してできた、もうプロレスに昇華した技ですよ。今回もうこの令和の時代についに剣王選手がやってくれましたね。嬉しいですね。もうただのつなぎ技とかじゃなくてフィニッシュフォールドに昇華させていくって、これって結構すごいことですよね。もうぜひね、もう合気道新連成チャンネル見てる皆さんにもこのすごいっていうことをお伝えしたいんです。やっぱりもう剣王選手じゃないとなかなかプロレス技に昇華できないですよね。だからそうですね。多分つなぎ技でやってる人って結構いると思うんですよ。いろんな武術の技を参考にしてつなぎ技だったり見せ技だったりするんですけど、フィニッシュホールドまで昇華して自分の大事な試合の明暗に分けるような大事な試合で使うってなかなかできないよね。ということで先生、はい、剣王スペシャル、私全然プロレス明るくないんですけども、どんな技なんですか？剣王スペシャル、じゃあちょっとね、剣王スペシャルの、どういう技かっていうのをね、詳細解説したいと思います。美しい合気道。では剣王スペシャルを解説します。この剣王スペシャルは、コラボでも本当に動画では十何分なんですけど、道場でね、剣王先生たくさん練習してましたよね。めちゃくちゃ練習してました。ですので、ぜひね、剣王チャンネルまだ見てない人は剣王チャンネルの、剣王スペシャルの動画ぜひご覧ください。概要欄にリンク貼っておきます。で、剣王スペシャルは倒れた時にこの腕なんですよ。ロックを離さないです。例えば剣王先生だったらこのまま蹴るかもしれないし、この腕を持ったらもう剣王スペシャルが出るかなと、皆さんちょっと期待をしてください。その後に足をまたぐんですね。足をまたぎます。そこからも合気道の技が出るんですけど、この前受けで回転させます。そうするとこの肩が決まってるんですね。この肩が決まっている。これはもう柔術で言えばオモプラッタっていう技なんですけれども、合気道の稽古生ではよくこういう決めだったり、あるいはこういう決めあります。それを足でやっています。でさらに肩だけでもちょっと逃げて逃げれない。肩決まってるので全然動けないですよね。でこれを回避するにはちょっと回転だね。回転してね、前に回転するのが唯一の逃げ方なんですけども、それを剣王スペシャルは回らせないように、さらにこっちでフェイスロックでグッと決める。でロープが近かったらちょっと手を伸ばして、ドラゴンゲートの吉岡選手戦ではロープをやったらブレイクになるところを掴んで、さらにフェイスロックをしたっていう剣王選手の起点が効いて、こういう肩と首が両方とも決まってるっていうすごい技なんですよね。本当に肩外れそうだね。パーツが持たない。
それパーツが無冠っていうのはまあまあ映画村雲の言葉ですけど、でも本当そうだよ。決まりますね、危ないです。肩が結構危ないんだよね。なぜかっていうと、この前受けにこの回転が入ってるんで、自分の自重を生かしてるんで、ある種ここが捨て身がこう捨て身が入ってるんですよ。捨て身投げでもあるんですよ。捨て身が入ってるんですよ。捨て身投げでもあるんですよ。で肩が決まってもなかなか外れない。で相手がこう回ろうとしたら、あるいは抵抗したらすぐ決めるという大変危険な技なんです。結構すごい。でも理にかなってる。そう、理にかなってる。まさにこう合気道とプロレスで拳王選手が培った日本拳法のこの身体操作、それが合わさってるので、この試合に使えたってことなんですよ。いや本当にかっこいいし、これをもう本当大事な試合で使えた、それで使えるまで練習したっていう拳王選手が素晴らしい。素晴らしいですね。嬉しいことでございます。これは拳王スペシャルです。先生、拳王スペシャル、素晴らしい技ですね。いや本当ね、武術と本当にプロレスが融合した必殺技ですよ。垣根を越えた新しい形だったんですけども、ただ8月にでも仙台大会があったということで、ちょっと私行けなかったんですけども、その時の様子はどのような？後藤さんね、一緒に行きましたよね。一緒にお供させていただきまして、ありがとうございます。いやもうね、すごい。そもそもね、拳王スペシャル出たのが N1 ビクトリーっていうシングル戦で、稲村選手との戦いで出たんですもんね。そうですね。もうちょっと心、ちょっとね、稲村選手と清宮選手、私ほらコラボして仲良いかったので、稲村選手に初めて出したんですよね。拳王スペシャルが。そうなんです。そして次に吉岡選手でも出たんですよ。仙台大会の前に、ドラゴンゲートの吉岡選手にはもうロープ技が近かったので、腕を取っての拳王スペシャルでしたんですね。そして仙台大会ですよ。北宮選手戦ですよね。やってくれましたよね。あの時は、師匠である新崎人生さんの小上渡りからフットスタンプをして、さらに拳王スペシャルっていう名前出ましたよね。すごく盛り上がりました。よね。噂で聞いたんですけど、生中継で先生が抜かれたっていうふうに。そうです。慶応選手が勝利した時にカメラがバーンと来て慶応ポーズしましたよ。でもまさかね、あんな綺麗に決まるとは。そうですね。びっくりしましたよね。なかなかね、やっぱり研究されてて返されたりするんだけど、やっぱりうまくやってますよね。グッと流れが。そうですね。やっぱ人生さんのね、この流れからうまくいきましたよね。会場での拳王選手の人気すごかったんじゃないですか。やっぱりプロレス界の未来の清宮選手ももちろん人気あるんですけど、我々こう拳王選手にねサインも書いてもらったんですけど、もう長蛇の列並びましたもんね。もうすごい人気のやっぱプロレスのノアの求心力ですよね。T シャツもサイズがなかったんですね。もうね、サイズも全部 S、M、L なくて LL しかなかったです。それぐらい人気でしたよね。でみんな会場はもう青い T シャツでしたよ。で声援、すごい声援だったんじゃないですか。あれ一番でしたね。やっぱ生で聞くとやっぱ拳王さんの人気ですよね。感じましたね、肌でひしひしと。そんな中でピリピリとした N1 重要な試合だったんですよ。そう、あれで負けたら終わりだったんですよ。そこで拳王スペシャルが出たんですよ、我々の前で。素晴らしいですね。そうなんです。それもあって拳王スペシャルが X 旧 Twitter でトレンド入りと。そうなんです。そしてヤフーニュースでも取り上げられたということで、ヤフーニュースにもなってましたもんね、拳王スペシャル。素晴らしいことですね。いやもう本当プロレスと武術が融合して必殺技になって、そして拳王先生ガッとさらに上に行くきっかけになってるんですよね。だからもう本当に合気道家としても嬉しいですよね。それは、我々武術とプロレスが融合した、そしてさらにそれを必殺技にしてくれた拳王選手をもう応援したいです。美しい合気道。先生、来たる10月28日もまた熱い試合があるということで。そうなんですよね、後藤さんね。そうですね、ついに来ましたね。これが10月28日が今チャンピオンのジェイク・リーさん VS 拳王選手の戦いなんですよね。来ましたね。ついに。そう、N1 の公式戦ではなんと拳王選手が勝ってます。そう、唯一ですよね。そう全日本から移ってきて、ジェイク・リーさんってノアでは無敗だったんですよね。そこで拳王選手がちゃんと倒
しました公式戦で、ね、でもねちょっと惜しいのは、剣王スペシャル研究されてて回避されたんですよね。そうですね。剣王スペシャル決まんなかったんですよ、あ、そうなんですか。そうなんです。ファイザージェイク・リーさんはブラジリアン柔術されてるので、しかも結構強いですよね。でそれ研究されてて剣王スペシャルちょっとうまく回避された。対策されてしまった。逆にやっぱり無双してたジェイク・リー選手ですら、剣王スペシャルを恐れている、対策せざるを得なかった。そうですね。いやでもそれはそういうことだと思いますよ。そうですよね、ブラジリアン柔術やってるからちょっと合気道家としてもちょっと悔しいですよね。やっぱブラジリアン柔術、そして剣王選手は日本拳法じゃないですか。だからこれはブラジリアン柔術 VS 日本拳法&合気道の代理戦争でもありますよちょっとバックボーン的には、そうですね、バックボーン的にはどうなるかはありますよね。でN1 ビクトリーでは残念ながら準優勝だったんですよね、塩崎選手には。そうですね。ちょっと前先月はジェイク・リーさんに塩崎選手が挑んで、またジェイク・リー選手勝ってるんですよね。強いですよね。もうジェイク・リー選手強い、大きい、体大きい、強い。だからこそやっぱり打撃だけじゃなくて、そういう関節技が大きな相手には小翼大を制する関節技が有効だと思うんですよね。剣王選手にはもう PFS とか片鱗とかあるじゃないですか、打撃技プラス、剣王スペシャルのもう関節技を駆使してなんとかね、勝ってほしいですよ。勝利の鍵は剣王スペシャルだと我々は思ってますよね。もちろん剣王スペシャルで勝たなくても剣王スペシャルをこう駆使してこう勝敗の鍵を握るんじゃないかなと思ってるんですよね。2020年の1月2日にも有明アリーナで。そうなんですよ。だからここで剣王選手が勝てばもう1月2日に有明アリーナでもう大きな大会なので、そこでチャンピオンとしてメインイベントを張れるんですよね。進んでいくんですね。そうなんですよ。剣王選手そこを目指してるので、もうそこに向けては本当に勝利してほしいですよね。負けられないと。そうなんですよ。28日は。そう、10月28日は福岡国際センターで試合しますので、ぜひね九州とか関西お近くの人はもう現地で応援してほしいですよね。そしてどうしても行けない人はアベマでも無料生中継しておりますので、もうアベマで一緒にもう剣王選手を応援しましょうね。そうですね。みんなで剣王選手を応援していきましょう。はい、ということで今回は剣王スペシャル、そして10月28日の大事なジェイク・リー選手戦を応援したくて動画を撮影いたしました。ぜひね皆さん現地、そしてアメバで剣王選手を応援しましょう。剣王選手頑張ってください。今初めて明かされる美しい合気道の秘密。難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化。 QR コードでいつでもどこでも動画が視聴できる。こだわりの美しい写真と美しい動画、臨場感のある解説動画、全200ページで送る美しい合気道のすべてがここに。書籍美しい合気道、角川より発売。